はい、今回の動画は、愛機 4C で久々に筑波サーキットを走行してきましたので、その時の様子をお届けしたいと思います。この日はスワットレーシングさん主催の走行会でした。このスワットレーシングさんの走行会は一度にコースインする台数が非常に少なく設定されています。1クラス10台前後ということで、クリアラップが取りやすく、名だたるタイムアタッカーの方やマシンも参加される非常に、大変人気の走行会です。当日もちょうど1週間後に控えたチューニングカー最速決定戦のアタックつくばに参加されるような車両も、見受けられました。しかしそうした上級者だけでなく、サーキット走行初心者の方でも楽しめるように、タイムやチューニングの度合いだけでなくサーキット経験も勘案して、それぞれが安心して走ることができるようにクラス分けがされています。というわけでいよいよピットレーンに向かいます。今ちょうど真正面に真っ赤なベンチコートを着ている方、この方が、スワットレーシングさんの代表の方です。続いて右前方にまた真っ赤なベンチコートの方いらっしゃいますが、この方はプロのレーシングメカニックの方で、サポートに来ていただいてます。こういった方も、在籍しているので、万が一のマシントラブルの際も、非常に安心して走ることができます。この日は前日が雨で、コース上は、ご覧の通りところどころまだ濡れているという微妙なコンディションでした。なのでまずはインラップは、路面の下見をします。レコードライン上は徐々に乾き始めていて、なんとかドライで走れそうです。しかしこの日は2月ということで気温もまだ低く、自身の体もタイヤもなかなか温まらないので、こういう日は入念なウォーミングアップ走行で自分自身の体と車のコンディションをしっかり整える必要があります。特にこういう中途半端な路面コンディションの時は決して無理は禁物です。しかしそうは言ってもゆっくり走っていてはいつまでたってもタイヤもブレーキも温まらないので、ある程度のペースで最初から走った方がいいと思います。私の場合はイメージでは7割ぐらいのペースで走って、若干わざとラフな走りでタイヤとブレーキに熱を入れることを意識して走ります。よくレースなどでマシンを左右に振っていわゆるウィービングという操作でタイヤを温める方法がありますが、ウィービングでは主にタイヤの表面しか温まりません。せっかくウィービングして温めても路面自体が非常に冷えてますので、その冷えた路面にタイヤは常に設置しているため、冷めやすく、それに比例して空気圧もなかなか上がらないので、こういった寒い日はウィービングするよりも、ある程度のペースで走って危なくないペースで、普通に走って、ブレーキをしっかり使ってまずはブレーキを温めます。そうすることでブレーキの熱がハブに伝わり、ハブからホイールに伝わり、ホイールを温めることで結果としてタイヤを芯から内側から温めることができ、空気圧も安定してタイヤをレストな状態にすることができます。ただしこのやり方は比較的タイヤやブレーキが温まりにくい軽量なマシンの場合で、ハイパワーな重量級のマシンや FF マシンの場合はそんなに意識しなくても、ブレーキにすぐに熱が入ると思うので、同じようにブレーキの熱でタイヤを温めようとするとブレーキパッドの種類によってはフェードしやすくなってしまうこともあると思うので、ほどほどにした方がいいと思います。この日の私のタイヤは、5年落ちのブリヂストンポテンザ RE71R、この頂き物の中古タイヤであまりタイムは期待できませんが、そうは言っても腐っても、横浜のアドバーや、ダンロップのディレッツァなど日本が誇る、ハイグリップタイヤの代名詞です。このタイヤで私のライトチューン 4C でなんとか3秒台を狙いたいと思います。ちなみにポテンザとはイタリア語でして、その意味は力、パワーとのことです。
前置きがかなり長くなってしまいましたが、それではこの次の週からタイムアタックをしながら、タイヤを温め、できれば3周目狙いでいきたいと思います。それではどうぞ。
今回のサーキット走行はリアタイヤも垂れてきてグリップ感が乏しくなってきてしまったので、これぐらいにしておきたいと思います。今回目標であった3秒台をライトチューンのこの 4C で、片遅れの中古タイヤでも出すことができましたので、私としては満足で、改めてこの 4C という車のスポーツカーとしてのポテンシャルの高さを知ることができました。今後の目標としては、エアコンもオーディオも一応ついた状態で、ディーラーにも堂々と出入りできるような、状態で、あと2秒縮めて1秒台を出すことを目標にしていきたいと思います。サーキット走行というと敷居が高く感じるかもしれませんが、実はそんなことなくて、何よりご覧の通り当たり前のことですが、一方通行で対向車も、歩行者もいないので、安全に思いっきり全開走行で自身の車の限界を知ることができ、そうすることで公道でも雨の日など滑りやすい時に、とっさの時の危険回避能力も自然に身につけることができると思いますので、安全運転をするためにもおすすめです。タイムさえ狙わなければノーマルのタイヤでも十分だと思いますし、ノーマルのタイヤをサーキットで使い切って初めて自分の車の、本当の性能を知ることができると思いますので、ぜひ一度、サーキット走行をしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。